こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は先日私に対して何かご質問があればコメントでお知らせくださいということへのお返事で、今日はたくさんのお返事をさせていただきたいと思いますので、テロップを入れてませんけどもご了承ください。畑の広さとかはどれぐらいですか？畑の広さは実際の広さは350坪ぐらいありますけども、ところどころも駐車場にしてますので、畑として使ってるのは250坪切れるぐらいかな。それぐらいの畑です。畑の全貌とか配置とかいうことなんですけど、それは以前にコミュニティで僕が絵描いてちょっと上げてるイラストがあるので、それをちょっと古い配置なんでそうね、あれですけど、全体像はそれ見てもらったら分かるんで、そちらをご覧ください。はい、コミュニティをご覧いただいたらと思います。よろしくお願いします。ユンボの操作はいつ覚えましたか？ユンボはユンボというかバックホーやね。バックホー、あの時はユンボ借りましたけど、大きな私がビニールハウスを建てる前にここの田んぼにハウスを建てようと思って計画したのが7段になっている山田でしたので、そこを7段ではハウスが建たなかったですから、バックホーを借りて2段に直しました。その時に全部で一旦5世あるんですが450坪、そこを2段に直す時に広い土地で練習をしたというか、2段に直したのがかなりの練習になって上手になったっていうのが経過です。7段を2段に直しながら1段目と2段目の間に1メーター弱ぐらいの段差ができまして、直してるうちに大きな石がいろいろ出てきますので、その出てきた石をユンボで引っ張ったりしながら石突きもしてハウスが立ち上がってビニールハウスを建ててお花を作ったという経過です。だから広い面積でユンボを使ったので練習になりました。楽しかったです。あの時のその石をついて塀ということはないけど段になっちゅう石をついたわけど、それは結構垂直に綺麗に立っちゃったよね。上手につけました。それが写真が残っちゃったらやけど、ないきあれやけどね。ないからあれやけど。それとちょっと一つ前の質問がちょっと残っちゃって、農家さんのような大型農機を使わずにやる場合にどれぐらいの、一人でやる場合だったらどれぐらいの面積が妥当というか、できますかというようなことですけど、一人でやる場合には100坪あれば十分にあるんではないでしょうか。100坪ぐらいを畑にこまめなんか小さい機械を使ってやっていくと、お野菜を栽培が終わって引き上げた時に余裕ができて土作りができるというような感じでできていくんではないでしょうか。2人でやる場合は1人の倍じゃなくて2倍半から3倍ぐらいの効率が上がりますので、100坪に対しての2人の場合は1人が100坪であれば2人であれば300坪以上はできると思います。それは結構がっつりやる場合やき、趣味家庭菜園ではなくもそうなるとどこかに販売をした方がいいですよね。だから趣味でやるやったらもうちょっと少なくてもいいということやね。そうね。だからうちも今広いけど、広いは広いでいいけど、畝を10メーター1本全部植えたりそれを3本植えたりするけど、順番にそこのところは体の動くというか体調と合わせて変化はしていくかもしれんわね。そうね。今はは楽しくやってるので、楽しくても体がついていかないこともできてくるかもしれません。その時はちょっと変えながらやっていかないと、またその時は宿根草を植えたりとか工夫をすると思います。はい、トラクターを畑仕事で使ってないですが、それはどうしてですかということですが、トラクターは機械が大きいですので250坪の畑を一気に耕す時にはいいんですが、一畝ずつの野菜の収穫した後の耕しにはちょっとトラクターでは大きすぎてそういう小回りが効きませんので、こまめで小回りの利く一畝ずつの耕しができるのでそのようにしています。車の運転歴は何年ぐらいですか？車の免許は約55年目に入りました。55年。そうです。長いですね。半世紀。半世紀ですね。次に良心市についてですが、良心市はだいたい何時頃に出してますか？
お野菜を夏場は8時半ぐらいには出しますが、冬場は9時ぐらいになります。でも最近はちょっと畑作業が多くて出さなければいけないと思いつつ、用出してないです。申し訳ありません。この視聴者さんが自宅に無人販売所、良心市を出したいと考えているそうですが、許可とか手続きとかその辺はどんな感じですかということですか？収穫したお野菜を手を加えずに販売する場合は許可はいらないと思います。ただそのお野菜なんかを加工してお漬物にしたりとかジャムを作ったりとか、そういう形で売る場合には保健所の許可がいると思いますので、そうなると保健所の無人販売所のところに現地へ見に来たり、ここには水道をつけてくださいとか言われる場合があるかもしれませんので、そこは詳しくは保健所の方で聞いてみてください。良心日のお金を入れるところのことをどうやって作ったかとか、どういうふうにしてますかいうことですが。いや、もうベニヤ板で簡単に四角い箱を作って、上にお金を入れる穴を開けて錠前をつけてっていう感じで簡単に作っています。ちょっと最後の方は次男に手伝ってもらって、そこそこにはできています。はい、野菜の生育についてですが、苗で買いますか種で買いますか？私はお野菜はほとんどが種から育てます。たまに衝動買いをして苗を購入したり、コロタンなんかは種を売ってませんので苗を買ってきて植えたりしています。コロタン言うたらメロンやね。メロンです。メーカーが苗しか売ってない分も中にはあるきね。ありますので、スイカなんかは接ぎ木の苗がやはり丈夫いから購入しようかなと思って、接ぎ木苗でなければ自分で巻きますけど、スイカはもうこれから接ぎ木苗を買おうかなとは思っています。はい、次は土作りについてですが、これちょっと長いですけどちょっと読みますね。ひろちゃんの畑も石が多いようですが、私の畑も石が多いです。映像から簡単に比較すると10倍ほど多く、今も石取りに苦慮しています。ひろちゃんだったらどうやって取り除きますか？私は2年ほどかけて300平米を丁寧に手で一つ一つ取っています。残り300平米あります。助けてください。取らないと管理費が入りませんということですが、私も気長く手で一つ一つ取りましたし、耕している間にこまめに引っかかって大きな石が出てきて、つるはしで掘り上げようとしたらこんなでっかい石があったりとかして、両手で持ち上げれないぐらいの大きな石を長い鉄の棒でテコの原理を利用して石と土の間に空間を空けて、そこに鉄の棒を刺して鉄の下にテコになるように大きな石とか大きな木を置いて、それで鉄を下に下げると石が持ち上がりますので、持ち上がった石の下にまた石を入れたり大きな木を入れたりして、石と土との間に空間を持ち上げながら石を転がしていきました。自分で転がしができないぐらい大きな石の時には前田君に電話をして助けに来てもらったりしています。気長く手で一つ一つ、私も長い年月をかけて石を拾っています。そのようにして拾っていますので大変ですが、ご自分で一個一個拾うことによって畑への愛着は深まっていくと思います。私はちょっと質問なんですが、土が少なくて砂利だらけの庭を少し掘り下げて、ブロック等で囲って土を入れて畑にしようと計画中です。業者に依頼せずに自分で何もない土地を畑にする場合、土をどこから調達すればよろしいですかということですが、まずその土を入れる前に排水になるようにパイプなんかを外に出して、水がそこの畑に掘り込んだところに溜まった時にスーッと抜けるような処置をしてから土を入れたらいいと思います。そして土を自分の山から取ってこれるのであれば取ってくればいいと思うんですが、私どもの地域では春野というところに土を専門に売ってるところがあります。そこには機械で通して小玉、大玉、中玉というふうに種類を分けて
販売しているとこがあります。またその土に肥料も混ぜてる場合とか、堆肥を混ぜて売ってる場合とか、いろいろ種類がありますので、そこは1袋いくらでなくてトラック1台でいくらとかいうふうに購入できますので、割とお安く買えますので、そんなところから買えば簡単に畑が作れるんではないでしょうか。また公共事業で公園を作ったりとか、また個人でお家を建てたりとかした時にお庭に土を入れたりする業者さんは、そういうところから土を購入して入れてると思いますので、そういうところが各県には近くにあるんではないでしょうか。電話帳なんかで調べてみてはどうでしょうか。はい、次は私は畑を持ってないので、はい、プランター20個と畳2畳分ぐらいのスペースで野菜を作っています、はい、質問なんですが、今の時期、はい、土が乾かないんです。そのせいで苔が生えてきます、ひろちゃんの畑は苔とか生えたりはないですか？対策があれば教えてくださいと。私の畑では苔は生えたりはしませんが、苔が生えるというのは土が乾かない、絶えず湿ってる状態だと思います。そういう場合は水はけを良くするということが大事ではないでしょうか。苔生える原因は水があって日が当たらんということだよね、そうね。だからいや、日が当たっても水が常時ある場合には苔生える場合もあるので、やはり一番大事は水はけ。そうやね、はい、次は、同じような質問で日当たりの問題ですけど、周りがちょっと高い3階建ての家とか、そういうのがあって日陰になると、で日陰で作る野菜はどんな野菜を選んだらいいですか？土作りはどうしたらいいですか？いうことですか。はい、今私がスマホで日陰で作る野菜っていうのを調べましたところ、いちご、ほうれん草、小松菜、かぶ、わさび、レタス、春菊、パセリ、じゃがいも、里芋、生姜、アスパラガス、ネギなど人気の野菜が半日陰でも作れるということを出ていますので、日陰でも育てられると栽培意欲が湧いてきますねっていうことが出ています。スマホでちょっと簡単に調べてみてはどうでしょうか。はい、プランターで野菜を挑戦していますが、なかなかうまくいきませんと。化成肥料は使わず、なるべく有機で育てたいと思っていますが、プランター栽培で気をつけることをちょっとアドバイスとかお願いしますということです。畑と違ってプランターは土の量が少ないですので、なかなかお水の加減が難しいと思います。お水のバランスさえ良ければ、あとは肥料はそんなにどんどんやらなくても割と育っていくのではないかと思いますが、水やりに注意をされた方が、水が行き過ぎると水はけする場所がもう限られているので根腐れを起こしやすいです。プランターの場合は。畑ですともう広いとこですので、水が流れるとこが結構ありますので根腐れがしにくいですが、そこを気をつければと思います。はい、次ちょっと文章長いんで読みますね、はい、畑にコーヒー豆のドリップかすを利用された経験はありませんか？近所のコーヒーショップからたくさんいただき、乾燥させて、キャベツの株元表面に一握りほど巻いています、ヨトウムシが登ってくるのを防ぐらしいですが、困ったヨトウムシが他の野菜につくのではないかと考えると、全ての野菜に対応しなくてはならないと思い、そんなことをしても大丈夫かと考えています。いただく量は多すぎて持て余しています。肥料など土の中に混ぜても大丈夫なのか、注意点はあるのかと、経験値があれば教えてくださいということです。コーヒーの豆かすを畑に使えるか。すみません、今スマホでコーヒーの豆かすを畑で使えるかということをちょっと調べましたところ、コーヒーかすをそのまま畑に使うことは NG ですと出ます。コーヒーかすに含まれるカフェイン、タンニン、クロロゲン酸などの成分が植物の発芽や生育を阻害する可能性があるからですということで、コーヒーかすを畑やプランターで使う場合は、落ち葉や腐葉土などと一緒に発酵させると堆肥として活用できますということですので、コーヒーかすをそのまま畑に入れるのは NG だそうです。ダメだそうです。気をつけてください。はい、次はうちの畑に雑草があまり見当たらないのですが、雑草対策を教えてくださいということです。
私は草が見えたらすぐに引きたくなる。根から引きます。何か道具を持って道具を土の中に差し込んで根から引き上げます。そして雑草に花が咲かないうちになるだけ種を落とさないように早め早めに引くように心がけてはいます。それでもあちこちに花が咲いてしまって種を落としてそこら辺が一面に草が生えたりはしていますので、もうあっち走りこっち走りと草を絶えず引いています。はい、次が動画撮影の時に木が映ってるのは何ですかいうことですが、小さな木はみかんの木です。大きな木が写ってるのはビワの木が写ってると思います。残砂処理をするベニヤ板で囲ってるところの隣にはビワの木が1本植わっています。そのビワの木は、剪定というかその手入れとかしてないがやけど、みかんの木を今年の春にちょっとそうね、剪定とか、カーメン君にちょっと教えてもらう時、カーメン君でこうやってやったらいいよっていうことで剪定してやる予定よね。そうです。で1本は元気やけど1本は、ちょっと新芽は出るけど、あれは触れんかもしれんね。それはもう切らないです。そのままで様子を見ます。生い茂ったような一本の木はまだ小さいながらも葉っぱがたくさん出て枝がビヨーンと伸びてるのはカーメン君に教えていただいたように切っていきたいと思います。風通しを良くするために混み合ってるところも切っていきたいと思っています。それはまた動画でアップするよね。はい、次はお花ですけど、農家さんはお花を自宅の庭とかに植えてる方が多いようですが、植えてますかということですが、植えてますか？私は庭には花は植えていません。門を出たところにコスモスの種が落ちて自然に生えるコスモスを咲かすぐらいです。そんな時間ないわね。ない、畑に一生懸命ですので。余裕があったら花好きやき。そうです、花好きです。庭にちょこちょこミニなんとかブルーの小さなミニアヤメかな、小さい花が咲く。それは増やしています。雑草じゃないか。雑草じゃない。もうほんと5センチぐらいの長さでブルーの綺麗な花が、可愛らしい花が一面に咲く。それは種を増やすように広げています。次は以前のお花生花の出荷とかしてた時の土作りと今の野菜の畑の土作り、それはどういう風な違いがありますかということですが、花の時には窒素肥料がすごく少なかったです。というのは窒素が過ぎると花がボリュームができすぎて大きくなりすぎて姿がもう全然形が違ってきたり日持ちがしない。幹が柔らかくなりすぎ、だからかなり窒素分は減してました。畑の方はそうはいかないです。柔らかいものを収穫したいですので適度な窒素がいる。過剰に入れると病気が来やすいですけども適度な窒素がいるということで、若干の差はあります。だから花は窒素をちょっとカットするというか、そういうのが花作りのポイントかもしれないね。それと硬くするためにリン酸をかなり使うた。それが花作りのポイントか。特に切り花は硬さが必要やき、そういうことよね。日持ちがねしないと。花作りを始めたきっかけは何ですか？花作りは主人が体調を崩したのでもう外に仕事に行けなくなったので自分とこでできる仕事は何かないかなと思いましていろいろ考えた結果ビニールハウスを建ててそれで収益を上げようかなと考えました。その時トマトも考えましたけども私はご覧のように体小さいですので毎日その重いトマトを抱えるっていうのはもう疲労が重なってきて長くは続かないだろう。そしたら軽くていいものはないかなと考えまして花に行き着きました。最初はカスミソを作ってもう作ってるうちにだんだんのめり込んで楽しくなって夜も昼も働きました。楽しかったです。でもそんなようです。次は息子、私についての質問ですけど、これは私が分かるところを答えたいと思います。生まれた年はいつですかということですが、私は昭和42年の1月生まれです。で息子さんはカーメン君との対談の時にラガーシャツを着てましたが元ラガーマンだったんでしょうかということですが、ラガーマンではありません。あれはファッションで好きで聞いてるだけです。あのメーカーの服は結構好きなんでいくつか持ってます。それで次に息子のこと、私のことですけど、子供時代に
叱ったこと、こんなことで叱りましたっていうようなことはありますかということですが、どんなことで、いっぱい叱られてますけど、どんなことで叱られました？結構気がついたらその都度言いますけど、まず小さい時は本当に落ち着きがなくて、もうキョソ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 してましたのでまず正座をさして瞑想をさしてじっくり落ち着いて物事を考える習慣をつけようと思って、そういうのを結構やりました。覚えてるかね？覚えてますけど、効果はあったかどうかは分かりません。いろいろ習い事というか、なんかあんまり落ち着きがないき、ピアノかオルガンかなんかそんなのも連れて行かれた覚えはそうですそうです。けど3日ぐらいしか行かんかったよ。習字とかそろばんとかも行ったけど、あんまり好きじゃなかったね。はい、次はそうそう、小さい頃は何かあるごとにすぐに正座をさして私が意見をするんですが、それがずっと小さい時は続けてましたが、大人になって私が息子に「お母さんちょっと座って」って言われたことがあって、私なんちゃ悪いことしてないにと思ってですね、正座をしたことがあります。それはやっぱり小さい時にずっと正座させたっていうのが、子供にも座ってと言われるのが私がビクッとしたのがあったという笑い話です。はい、みんな子供3人仲良く元気にやってるんで、教育方針は良かったのかなと思っていますが、次の質問に行きたいと思います。EM ぼかしを以前使ってたということですが、 EM 菌は嫌気性菌で、今使ってるぼかしの作り方は好気性やと思いますが、嫌気性と好気性のぼかしの長所短所とか分かれば教えてくださいということですが。私は EM 菌でぼかしを作った時も畑入れると結構、その時はお花絵も使いましたが結構良かったです。今作ってるぼかしは EM 菌を買ってきて作るんじゃなくて、自分の身の回りのものでぼかしができないかなと考えて、いろいろ考えた挙句が今のぼかしにたどり着いたということであって、比較をしたことはあまりないですが、どちらもよく聞きました。今も聞きます。ぼかしのことですけど、ぼかしをどのように使っていますか？私は生紙ぼかしで肥料を作っていますが、いまいちうまくできませんと。コツを教えていただけたらと思います。生ゴミをぼかしで発酵さす場合、一番気をつけないといけないのは、まず生ゴミを一度乾燥さす、水気を切るということが大事です。水気を切らなかったら発酵しないです。水分が多すぎて、そこを気をつけた方がいいかなと思います。私はもうぼかしを作ったら畑に直接入れますので、あまり土に振って混ぜ込むっていうことはしなくて、溝を掘って埋めるっていう使い方をしています。追肥にも畝の型を掘ってそこに埋めて、またそのぼかしを土で覆うというような使い方をしています。筋状に掘るということよね。筋状に掘って、たまに野菜によっては穴を掘って埋める場合もありますが、だいたい筋状に型を掘っていきます。そしてぼかしを入れたら必ず土を着せて、土の中でぼかしの養分をお野菜に吸ってもらうようにしています。はい、次もぼかしの質問ですけど、この質問はベランダで鉢でブロッコリーを育てています、その時にぼかしをどれぐらいの量使ったらいいですかいうことですが、プランターで野菜作ったことないので、量っていうのがはっきりこれぐらいっていうのはわからないですけど、そんなに大量入れなくても大丈夫だと思います。一つかみぐらいをパラパラっと入れて土と混ぜて、その上に別の土があれば上に着せるという方法でいいんではないかと思います。そのぼかしは効きが悪いや、すぐに化成肥料みたいには効かんや、だからこのブロッコリーやったら、ブロッコリーって側枝がつけてて、結構肥料がいるき追肥はせない考えやけど、期間期って言ってどんどん入れてもまずいし、そこのぼかしの特性、それを見極めながら量は入れていく必要があると思うんやけど、その見極め方っていうかが、葉っぱを見たりとか、葉っぱの色、葉っぱの厚み、その元気具合というか、そこを見て水が足りんのか肥料が足りんのかっていうことを考えて与えていくっていうことよ。ぼかし入れても水分がなかったら吸収されませんので、かといって水分を与えすぎると根腐れを起こしますので、そこは加減をしながらの、本当プランターは難しいと思います。畑より難しいですけど、いいものができたら嬉しさも倍にはなるんでないでしょうか。はい、これもぼかしのことですけど、2週間ほど発酵させて温度も落ち着いたので
1週間ほど乾燥させましたが、ビニール袋に保管したら翌日に再発酵してまた温度が上がり始めました。発酵が足りないのでしょうか、それとも乾燥が足りないのでしょうか。発酵しすぎて腐敗しないか見極めが難しいです。そうですね。最初に発酵して温度が下がってきた時にぼかしが白い菌ができてるかどうかっていうことで私はいつも判断をしてるんですが、白い菌が広がってくればもう乾燥をさします。乾燥さす時は十分すぎるぐらい乾燥さします。そして保管はなるだけビニール袋でなくて紙の袋に入れています。私は米袋なんかに入れています。もう十分に乾燥してから米袋に入れると結構長く保存が効きます。再発酵はしないと思います。米袋に入れるのは水分の調整が袋がある程度してくれるということです。そういうこと。だから段ボールでも構わないということです。あ、そうね。段ボールでも大丈夫だと。再発酵するっていうのは水分がまだ残ってるから再発酵する。そういうことです。はい。次もぼかしですけど、はい、ぼかしじゃないな。コンポストについて教えてくださいと。米ぬかを使ってコンポストをしていますが、初期の頃は発酵した熱で湯気が出るほど発酵していましたが、それからあと発酵がゆっくりになり、今は発酵してないんですかと思うくらいコンポストの熱は感じません。発酵がゆっくりになった時に米ぬかを追加しても発酵の時に出る熱は感じません。毎日コンポストをかき混ぜていますが、コンポストの熟成はどのように見極めたらいいのでしょうか。和歌山県なので冬場もあまり気温が下がることはありませんということですが、発酵しないっていうのは水分が足りないんじゃないかなと思うんですが、でもある程度発酵していくと今度堆肥化されていくので、コンポストの場合はね、だから堆肥化されたらもう発酵しないと思います。だから発酵する、先ほどの質問の方と一緒で、発酵する条件としては、発酵菌があって水分があるということが大事なわけやき、水分がなかったら発酵せんし、水分がありすぎたら腐敗に走るし、だから水分が適度にない場合はそれが発酵も進まんと、多い場合は腐敗する、多い場合は米ぬかを入れるというふうにして、その白い菌ができてきたらということ。コンポストの場合は白い菌はできないと思う。あ、できん、全部がほらこうプラスチックで囲われちゅうわけやき、で白い菌はできんと思う。もう堆肥化形がなくなってくるっていうのが目安やと思う。ああ、なるほど、見た目で判断すると。そしたら見た目で判断して、匂いが腐敗の匂いがせんようにしていくということ。そういうことです。わかりました。大丈夫でしょうかね。はい。次は、髪の毛とか帽子とかについての質問です。最近かぶってるトマトのマークがついた帽子をかぶっていますが、それはどういうやつですかという質問ですが、このトマトのマークがついている頭巾は視聴者様がご自分でアプリケをして送ってくださいました。私はすごく嬉しくて、もう特別な時にかぶるようにしています。日常的にはもったいなくてようかぶりませんので、今日はこれにしようと思う時はかぶっています。ありがとうございます。ひろちゃん、おぐしがとても綺麗。美容室へ行く頻度はどれぐらいですか？美容院へ行くのは 2,3 ヶ月ぐらい行けません。あとは自分でシャンプーした後ドライヤーで乾かしたぐらいです。ちょっと天然もあるかもしれません。何の天然？髪がこう。ああ、天然パーマです。ちょっとカールがあるかもしれない。パーマもかけんし。頭が天然かと思うと。頭はもともと天然やし。だから変わっちゅうわね。はい。その髪の毛はずっとショートですか？そうです。ショートで通してます。次は防寒対策。下半身ズボンからしたいと思うんですけど、の防寒対策は上は今ヒーター服着いちゃったりするがやけど、下はどんなにしてますかということですが、下も私はズボン下とか長いストッキングのようなものは履いていません。ただズボンを冬は裏肝のズボンを履いています。上半身は中にシャツは着ますけど年中半袖です。生地は夏用と冬用には分けていますけども、冬は若干厚め言うてもそんなに厚いのは着てないです。もう半袖です。袖が邪魔になりますので、寒さには
相当強い。そうですね。でもまあ冬は畑に行く時は買ってもらった防寒のヒーター付きのチョッキを着ますし、首元にはこのようにマフラーを巻いています。首から寒さが来ると風邪をひきやすいですので、マフラーを巻いたりしています。カイロとかは使ってないね。使ってない。はい。次は健康、はい、美容とかですけど、健康の秘訣が知りたいです。まあ77歳ですごく元気なんで皆さん興味があることだと思いますが、はい、普段気をつけらっしゃってることや健康のために食べたり飲んだりされてるものが知りたいです。子供が生まれてから体をよく壊し、この子が大きくなるまで健康でいられるかなと最近心配ですということですが、まず健康になるには日に当たること。日に当たると体健康になってきます。そして私はもうお花を作ってる時からコラーゲンを飲んでいます。そして食事は結構お肉類は食べます。お魚も必ず食事には入れますので、お魚があるかお肉があるか、そしてその周りにお野菜を煮たり和えたりとか味噌汁を入れたりとか、そういう感じで食べています。それとおじゃこをよく食べます。おじゃこというか小魚ね、乾燥した小魚をお皿に入れてお酢を入れてそれを食べています。最近はここ 1,2 年おじゃこはよく食べるようになりました。とにかく笑うっていうことが健康かなと思っています。お笑いはよう見る。お笑い最近は YouTube をよく見るのでお笑いの方までいかないんですが、以前はよく見ました。化粧品は何を使ってますかということですが、化粧品、まあ同じもんというかいいもんだったら、母に同じものをプレゼントしたいなっていう風なコメントですけど、化粧品、化粧品持ってこうか、はい、1個、はい、化粧品はこの石鹸を使っています。まず顔を洗うのが、これはバーナル株式会社バーナルの2個の石鹸で2度洗いしています。こちらで先洗って、次はこちらで洗っています。 A と B ってあるんだよね。そうやね。石鹸が、はい、昔テレビでようやるやった。これそうテレビで見て、この石鹸すごくいいです。私には合います。石鹸で洗った後、これが日本製薬パーフェクトワンを使っています。それはスーパーで買うわ。これも通販。通販。通販でこのような感じです。クリームパーフェクトワンやけ、これ1個でいいが、化粧水も何もいらん。これ一つ便利やし、これが私にお中がね。冬場は夜だけこれを使ってます。これもパーフェクトワンから出ている夜用のナイトクリーム、これだけです。化粧品はスーパーで買うてきて、ドラッグで買うてきた。私は年中ケーキ、夏用のケーキって何？スポンジでつけるケーキを夏につける。ファンデーションじゃいうもんつけん。ファンデーションには油分があるき、畑でファンデーションつけると色真っ黒になる。これを使うまでは私はポーラーの化粧品を使ってました。クレンジングから洗顔からマッサージから化粧水、乳液、クリームともういっぱい使ってましたけど、これを始めてからパーフェクトワンですので1個で夏場はこれだけ、冬場は夜寝る時にこれもつけます。これは夜毎日洗顔をします。必ず洗顔をします。2個でこの A を使って、その後洗い流して、また B で洗って、また洗い流してを毎日やってます。それだけです。はい、簡単です。その他というか、はい、コラーゲンとかサプリメントとか、そういうのは別の動画で、もう一本途中期、そっちを見てもらうようにしましょうか。はい、コラーゲンはいいと思います。はい、次は、同じ健康のことですけど、腰痛はないですか？農作業で気をつけていること、ケアしていることはありますか？ということですが、うつむく仕事とか物をこう持ち上げる時の後は必ずお腰が痛くなったりしますから、帰ってきて腹筋をする。そして背中にバスタオルを置いて寝る。お風呂にゆっくり入る。それぐらいです。あとは1週間に1回マッサージの先生に足の裏から頭の先までマッサージをしていただくと。
先生分かるようで、今日は何の仕事しましたか、ここはすごく凝ってます言って一生懸命もみほぐしてくれます。もうそれですごく助かっています。次はこれだけ毎日畑仕事をされて、普段のご家族の家事はひろちゃんがされてるんですか？お家の方の家事はお嫁さんが中心でしょうか？ご協力しながらという感じでしょうか？夜まで作業をしているということで時間の使い方が気になるところです。私の家族はそれぞれ息子の家の家庭がありますので、家は別です。主人がいる時は私もこれほど畑に没頭はできませんでした。早めに帰って食事の用意をしたり、いろいろ家のことが多くありましたので、畑はそんなにはできなかったんですが、花作ってる時は主人が寝てから畑行ったりとか、そういうことはしました。でも今は一人住まいみたいなもんですので、お昼は三男と一緒に食事をしますが、一人ですので気ままな生活ができています。たまに息子夫婦にお世話になる時もありますけども、ほとんど自分のことは自分でやるというようなことをやっています。一日の過ごし方、何時ぐらいから起きて何時ぐらいまでこう作業してとかいう、そのざっくりのことをちょっと、動画で教えてほしいということなんですけど、それはちょっと大変なんで何かありますか？夏場は朝が早いです。5時に目覚ましをかけて、朝パッパッと準備を着替えをして食事をして畑行くのが、もう早い時は6時半ぐらいには行きます。今冬場は寒いですし、夜が明けるのが遅いですので、目覚ましは一応7時にはかけてますが、止めて寝てます寝すぎる時は8時半まで寝る時もあります。それから準備をして食事をして畑へ行くのが9時ぐらいになることもあります。9時過ぎることもあります。そんなのんきな生活をしています。座右の銘は何ですか？やればできる。人のすることは自分もできるです。はい。雨など今日は畑仕事はやりたくないとかいうそういう日はないですか？いや、もう畑が楽しくてしょうがないですので、雨の日でも傘さいていく時もありますので傘さいてあの野菜どうなっちゅうろうかとか見に行くこともあります。傘さいて草へ行く時もあります。通路なんか、畑じゃなくて通路なんかを引いたりします。いつも元気なひろちゃんでも時には疲れたな、今日は仕事きついな、でも仕事を進めないととか、体と心が戦う日があると思います。そんな日はどうやってエンジンを始動しますか？野菜作りがすごく好きなので楽しくてしょうがないがですよ。疲れたなと思っても、その疲れは夜お風呂入ったらもう吹っ飛んでしまうし、自分でもういろいろケアをしますので、そんなに苦になったことはないです。もう楽しくてしょうがない、変わり者です同じような質問ですけど、一生懸命今日一日仕事して、それのご褒美というか、そういうのでビールを飲んだりとか、そういう方もいらっしゃるようですが、自分に対するご褒美、私は今日も頑張ったっていうご褒美とかは何かありますか？そんなに思ったことがない。自分へのご褒美というより、明日も楽しい気あれをしてこれをしてともう次の仕事をもう頭の中で回転させてるんですよ。もうあれしようこれしようと、自分に対してのご褒美じゃ考えたことはないです。そしたら足を骨折して入院しとった時は、もう人生終わったともうこれで畑仕事は一切終わったと思って、もう入院した当時はおとなしく治すことを一生懸命にしました。だんだん足が動き出すと、もう動くやれるかもっていうふうにだんだん考えがなってきまして、もう本当に楽しく病院生活も送りました。何でも前向きに。そうだからみんな部屋の中がすごく明るくなったって言われまして大笑いをしたことが多いです。次は私の母83歳も農家でずっと働いていましたが、70歳過ぎてから卓球がやりたいと、週2回公民館で卓球をやっています。ひろちゃんは何か趣味や好きなことはありますか？やりたいっていう希望はあります。私も太極拳をやりたいし、
詩吟を習ってみたいっていう気持ちはありますが、畑が忙しくってなかなかそこまでは手が回らないというのが現状ですが、でもまあ私は楽しみが畑で野菜を作る、土をいじることが楽しいので、今はそれでもういっぱいいっぱいです。ジャニーズで一番誰が好きですか？まあ、若い人やき好き嫌いはないんですが、ちょっと今はジャニーズじゃないかもしれませんが、中居君は明るくていいですねと思ってはいます。2回目のたくあんの感想を聞かせてください。2回目のたくあん作る時にはちょっと酒粕を入れたりしてアルコール分が多いかなと思ったんですが、実はこれが結構美味しくて、私はすごく今回は良かったかなと。前も美味しかったんですが、タモさんにいただいた最初の端にいただいた味にはかなわないですが、2度目のお漬物はとても美味しかったです。ただ日にちがこうずっと長くなってくると味が濃ゆくなってきますので、あんまり濃いよりも薄い方が好きかなと。つけて1ヶ月ぐらいが一番美味しかったかな。今はちょっと味が濃ゆくなってアルコールが過ぎてきてます。これを持っておけば奈良漬けに近づくんではないかなと思うぐらいアルコールが強くはなってきています。まあカーメン君がしば漬けかな、なんかナスのしば漬けかなんかが、そんなんをやってみたらどう？生産時期とか、要は出荷する時に早う出したらちっちゃいとか、遅う出したら大きくなるけど大きくなりすぎるとか、その規格があるき、スーパーで売るやつはその規格のもんや。自分で作るやったら規格じゃなくてほら、この大きさで作ったら美味しいとかあったりするやん。そういうのをやってみたらどうって言うて、YouTube で言いよったから。それもまたね考えてみたらいいかもしれないね。簡単なやつで そんなに凝った調理じゃなくてね、そういうのもまだやってみたいね。そうですね、はい、またいろいろ挑戦はしてみたいと思います。はい、次はひろちゃんが牡蠣をやられた時代の嫁、妻、母、農業者として嬉しかったこと、辛かったことをお聞きしたいですということですが、辛かったことはあんまり頭にないですが、一番は子供3人が無事に成長していくこととか、あと楽しい、私は何事にも楽しかったんでね。嬉しかったことは、市場に出して花屋さんが評価してくれることは、それはね嬉しかった。こうやって花売ってくれたのは、嬉しかったよね。そう花もこう市場へ出すやろ、そしたら先取りをする。先取りするっていうことは、人が競りにかける前に花屋さんがもうこの花欲しいって取ってくれるわけやき、値段が一番いい値でつくわけ、その先取りを結構してくれたね。それだけ価値があるということを見出してくれたということ、そう認めてくれたっていうのは嬉しかった、注文が来てくれた。人に支えられるということが、そう、喜ばれるということが嬉しいということよね。そう喜ばれることが好きなの。私は与えられるよりも与えるのが好きなの。はい、次は野菜の自給率はどれぐらいですか？なるべく買わずに自給するコツとかあったら教えてください。私もスーパーで野菜買いますよ。自分が作ってないものとかもやしとか買います。自給率あるものは使いますけど、率でいうとどれぐらいかね。そんなに考えてないの？そんなに深く考えてパーセント取ったことはないんで。好きなものを作るだけやろ。そう。食べたいものを作るとか。そう。まず自分が食べたいもの。例えば今日はシチューにしようと思った時は、シチューに入れるじゃがいもとか人参とか玉ねぎとかは家にある。それブロッコリーの今だったらブロッコリー入れたりとか、あとはもう買ってくるお肉とかね、ニンニクももちろんあるし、そういう感じやき、パーセントで考えたことないけど 80% ぐらいは使いやすいかね。そんなには言ってないと思うけど、結構いるき、そんな自給率というよりは、自分の好きな畑作りを好きなように作って、自分で食べることを楽しみに作るわけじゃなくて、私は作ったものをみんなの人に食べてもらうのが好き、そういうことです。そしたら最後になりますが、若い頃の農業写真とか、そういうのはないですかということですが。農業写真、農作業の写真はないよね。ない。写真を写すことがあんまり好きじゃなかったので、写真を写してないです。旅行に行った時に写すとか、何かの時には写しますけど、それでもなるだけ少なめに写してます。写らんように。
これほど YouTube に出るのに。そうだから今はもうちょっと自分じゃないみたいな気がするちょっとそしたら最後写真あれば最後の端に若い時の載せたいと思うんで、若い時の写真。ちょっと待ってちょっと最後エンディングのとこで流したいと思うんで後でちょっと探したいと思いますが、今日というか今回こうやってたくさんの質問をいただいて、皆さんにすごくどんな動画上げても何万回も見てもろうて、コメントもいっぱいもろうてすごいこうありがたいことですね。畑の方にも来てくれて、たくさんの方がねおいでていただいて、ひろちゃんって言うてくれて、そう生のひろちゃんやって言ってくれるのがすごく恥ずかしいけど嬉しいです。まあそれありがたいことです。最後だからちょっと締めで、はい、これからどういうふうにやっていくかいうのをちょっと、まあ香りはないと思うけどそういう形で話してもらえること。これからどうやっていくかっていうか、もう楽しい野菜を作るのみです。絶えず前向きに考えるので、ちょっとこのおばさん変わりもんやっていうことが疑問に思ったり不思議があったりすることが多いかもしれませんが、まあそういうおばさんですので、とにかく楽しく毎日を過ごしていきたいと思っています。今年は僕もコロタンをちょっと別枠ではいやったりとか、最近やったらちょこちょこ手伝ったりとかして、見てもらえる人がちょっとでも楽しめるような動画も作っていきたいと思うし、初心者の息子がどんな野菜を作るのか、ひろちゃんを越すのか、そうはいかんか期待してます。はい、ちょっといろいろ楽しい動画も作っていきたいんで、はいよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。頑張ります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。